ケツバト X や沼ブラが行われていたのと同じ時期、ニコニコ動画に海外プレイヤーの対戦動画がアップされ始めた。それらのハイレベルな対戦動画は関東 VS 関西という見方をしていた日本のプレイヤーたちに、敵は世界にもいるという新しい衝撃を与えることになった。ニコニコ動画にアップされた海外プレイヤー対戦動画の中でも特に話題となったのは SK92 というプレイヤーの対戦だった。この対戦動画のマッチアップはファルコ VS スネーク、沼ブラでのレイン VS QB に代表されるような日本の守備的な戦い方とは対照的に、海外勢の戦い方は常に攻撃的で見る者を圧倒するようなゲームスピードが特徴的だった。海外勢はすごくやんちゃなプレーをするなっていうのを思ってて、日本の方が保守的だなっていうのはなんとなく思ってます。ただプレースタイルがあまりにも違いすぎて、本当にこれ強いのっていう見方をすることがやっぱ多かったかなと。当時の日本勢の論調としてはやっぱこいつら攻めすぎだろみたいなのはもう当時からあったなっていうのは正直、攻めうまいけど結局なんか相手も攻めてくれてるからこんな試合になってるよねみたいなのはなんとなくこうみんな話してた記憶はありますね。スタイルは違うが海外の方が日本より強いわけではなさそうと思われていたが、ある対戦動画がその論調を一気に覆すことになった。それは APEX2009 という海外大型大会の決勝戦だった。アライスネークとミュウツーキングメタナイトによるこの試合はまさにスマブラ X 最高峰といる戦いだった。さすがにちょっと海外勢の最上位ちょっとやばいなみたいなのはあったんですよね。実際なんか知ってる動きじゃない動きが多すぎて、彼らのこれちょっとやばそうだなっていうのがあって、その辺りからなんかこう海外おもろいねみたいなのはあったかな。こうした海外勢の対戦動画を見て、プレイヤーたちの中では日本と海外どちらが強いのかという議論がどこからともなく始まるようになっていた。しかし2008年から2010年当時は海外勢が日本に来ることも日本勢が海外に行く機会もなく、その議論に答えが出ることはなかった。そんな中、話題となった APEX2009 の翌年の大会 APEX2010 に日本のプレイヤーたちが遠征することになった。遠征に参加したメンバーにレイン、ブルード、アース、スイノコがいた。2010年俺海外行けるやんみたいな時期がタイミング重なって、じゃあ日本勢みんな行こうぜみたいな声かけはしました。で、行ける人教えて、俺もうチケットとか手配とかのやり方全部教えるし、でちょっとね喋れないから、でも海外の人とコンタクト取って宿泊先とかは用意してもらえるっぽいから、なんかみんなで行こうよみたいな声かけはしましたね、その時。自分の実力証明したいとかっていうよりは、単純に当時はやっぱこうもう行きたいっていう気持ちが、そのオフ行くのはそもそももう好き、めちゃくちゃ楽しかったんで、その延長線上で海外も行ってみたいなぐらいの感覚でしたね、当時は。ちょっと海外旅行もついでに行くかみたいな感じで遊びに行った感じだったと覚えてますね。その時海外大会は初めてでしたね。私も遠征初めてですし、その昔私の前に海外に行ってたキャプテンジャックっていうプレイヤーはいるんですけど、でもその後 X になってからは海外勢と日本勢の交流って一切なかったんですけど、そこでその海外勢とコンタクト取って連絡して、じゃあ日本と海外一緒に盛り上げようみたいな感じでやり始めたのがそこだったので、本当にみんな初めてだなと思います。会場エペックスルルさん、どう意気込みは？エペックス予選ぐらい軽くひねってやりますよ。広い。当時多分日本の大会で一番大きいのが本当96人とかそれぐらいの規模だったんですけど、 APEX は確かデラックス込みで本当3、400人ぐらい、なんで単純に本当3、4倍ぐらいの規模感で、その日本だったら一つの大会でやるような
空間が2つ3つあるような感じだったんで、当時の体育館みたいな感じでいくつかホールがあってっていう感じだったんで、もう単純に会場めっちゃでかいし、全然なんかこう日本よりもなんかいろんな意味で進んでるじゃないですけど、やっぱ規模はでけえなっていうのは率直に感じましたね。やばい、これやばいやばい。日本の大会とは全く雰囲気の違う初めての海外大会に興奮しながら、日本チームは日本の強さを見せつけるため戦いに挑んだ。大会が始まると、レインが早速アメリカのトップメタナイト使いシャドウを撃破。それを皮切りに日本勢の躍進が続いた。レインはその後ベスト8まで駒を進めるが、敗者側で世界最強スネークアライに敗北。7位で大会を終えることになった。今でも鮮明に覚えてます。負けた瞬間のこと聞いてほしいんですけど、スマブラ X の崖ジャンプをした瞬間にやつはイエスって言ったんですよ。えってなるじゃないですか。上京で殺されました、化け物ですっていうそうだから俺こいつは本当にすごいんだなっていうのはあれは思いましたね。その時で対戦してすごいなこの人って、多分反応だと思う。あれは日本勢の中で最も期待されていたレインがアライに敗れる中、この大会で最も注目を集めることになったのはブルードだった。ブルードはレインを下した前年優勝者のアライと対戦。層の厚い日本のスネーク使いとの対戦経験を生かし、世界最強スネークをも圧倒。危なげなく勝利した。会場中が沸く中、次に戦うことになった相手は前年の準優勝者にして世界最強プレイヤーと言われていたミュウツーキングだった。なんかめちゃくちゃ緊張してた覚えがすごいあって、なんか体ガックガクだったと思います。割と緊張はする方ではあったんですけど、その日じゃなかった気がします。本当に圧倒的最強ナンバーワンの人だったので、ただ逆にそういう人と戦えるっていう嬉しさもあったんじゃないかなとは思ってます。1戦目はミュウツーキングがあっさりと3ストックを奪い勝利。試合は一方的なものになるかと思われた。僕あの時諦めたんですよ。これはもうダメか、じゃあ今日はここまでみたいな感じですごいでも力が抜けたんですね。多分そのおかげでその後の試合いい試合ができたんじゃないかなって思ってます。冷静さを取り戻したブルードはそこから後々語り継がれるほどの名試合を繰り広げていく。割と1戦目かなりボコボコだったんですよ。確か3立てだったかな。3立てで負けちゃって、うわやべさすがにこんなきついんだってなったけど、2戦目勝って、じゃあ3戦目、レインボークルーズやってきて、それは負けるよねっていう、もうレインボークルーズがステージの中にあるっていうのがもう今考えると狂ってるんですけど、当時はステージとしてあったんで、それをカウンターで選ばれて、それは機動力に差があるオリマじゃ勝てないよねってなったんだけど、4戦目で、吉原ので勝って、最終戦がドルピックタウンだったんですね。試合はフルセットまで続き、決着がつく最後の舞台はミュウツーキングの使うメタナイトが有利とされているドルピックタウンが選ばれた。メタナイトが本当に強いステージでした。ステージの下から攻撃ができるんですけれども、それに対してよほどのことをしないとリスクがつけられないので、一方的に攻撃されるメタナイトが一方的に攻撃続ける時間が非常に長いステージですね。ただドルピックタウン自体はすごい練習したステージでもあったので、たくさんステージがあった中ではむしろいい方でした。なのでちょっと動画を見ていくと多分細かく解説できるレベルでドルピックタウン特有のネタをかなり使って戦ってたんですよね。一進一退の攻防が続き、ラスト数十秒という極限の状況まで試合はもつれ込む。タイムアップかと思われたその時、ラスト14秒でブルードのスマッシュがミュウツーキングを撃墜した。この予想外のアップセットで会場のボルテージが最高潮となった。勝ったっていう喜びよりもなんか周りのテンションがあまりにも上がりすぎて、逆にそっちに驚いた覚えがありますね。なんかブルードコールというかそういうのがしたって、なんか向こうの人がそんな感じなのってなってましたね。今でも多分そのスマブラ X の試合の中でどれが一番印象に残ってるかって言われたら、間違いなくそのルーザーズファイナルのブルードミュウツーキングを選ぶぐらいにはやっぱ自分の中で強烈に印象に、てか初めてスマブラで泣いたんで、
よくやったよ、本当に俺泣いちゃったんだよ。そしてブルードを熱狂する観客たちと日本チームの応援を受けながら決勝戦に臨んだ。相手はデフ。その後ラリーと名前を変えるアメリカのトッププレイヤーだ。健闘するブルードだが、最後は惜しくもデフに敗れ準優勝という結果に終わった。日本勢初めての海外遠征は大金星を挙げるものの、優勝は逃すという結果で幕を閉じた。しかし世界への挑戦は始まったばかり。日本惜敗の結果を知った日本のプレイヤーたちは海外での戦いを身近に感じ、世界一への野望を燃やし始めた。タコオフをやりながらみんなで見てたと思います。その当時結構身内でオフやってて結構対策進んでたんで、ブルードにかなり勝ち越してたんで、ミュウツーキング俺より圧倒的に弱いなと思いました。俺が行ったらじゃあトップ4ぐらいかみたいな、結構正直にそう思いました。こういう機会がまたあったらきっと自分も行くし、もっとみんな行く人いるんだろうなって思いました。思ってたのはマジで悔しいな、もう一回絶対挑戦しようっていうのは思ってましたね。まだなんかその圧倒的な差を感じたっていうわけではないんで、なんかでもやっぱ強かったなっては思って、目標を日本から海外に移したっていうのも、その FX2010 がきっかけだったかなと思います。戦いの舞台は世界へ。さらに多くのプレイヤーが世界の舞台に登場し、戦いは激しさを増していくことになる。